新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー50内装パネルとクリップ、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。これまでテーマに合わせて各種内装パネルを外してきました。ここまで動画を進めてくると私なりのパネルを外す頻度が見えてきます。初めてパネルを外すときは非常に硬くてなかなか大変です。あまりにも硬いと外し方の間違いや破損させる不安も伴って作業はなかなか進まないものです。でもその硬いパネルも何回か外すうちにクリップが摩耗や変形で外れやすくなってきます。それに伴ってパネルを外す頻度が多いほどクリップ類も壊れたり緩む確率が出てきます。なので納車して2年も過ぎると今までの車での経験も含め揃えておくと役立つ備品類が見えてきます。カーショップでは希望のクリップが手に入る確率は低く、ネットに頼っても結構な時間がかかります。相当ある備品を全てにわたって揃えるのは合理的ではないので、それらを絞って揃えておくと快適になります。今回の動画では各パネルに分けてその外し方やクリップをまとめて紹介していきます。興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。アクセサリーソケットロアーパネル。このパネル自体を外す頻度は低いですが、ハンドル下パネルにかぶっているため外す必要が生じます。両サイド奥のリベットクリップと前面上部の太い爪で固定されています。クリップを外したら下に固定がないので上部を手前に引っ張ります。その際シガーソケット周りは弱いので注意が必要です。このパネル外しは動画ナンバー8でも投稿していますので、そちらもどうぞご視聴ください。奥のリベットクリップは専用工具を台座ではなくボッチに差し込んで引き上げると外れます。リベットクリップはこの上のパネルにも使われているのでストックがあった方が良いと思います。未使用品の爪はまっすぐであったものが使用するたびに開く方向に癖がついて緩くなってしまいます。そんな時が替え時で、これはカーショップでも置いています。キックガード。電線を下に展開するにはキックガードを外す必要があります。パネルを外すためにかぶっているハンドル下のフロントパネルを下に引いて少し浮かせます。そしてフロントサイドガーニッシュもかぶっているので外します。右側はボンネットオープナーがあるのでうまくかわします。パネル自体はクリップ2個で固定されているだけです。このクリップは至る所で使われているのでストックが必要です。サイドガーニッシュ。代表で左リアサイドガーニッシュを撮影しています。外し方は共通で四隅の爪を外側にめくるようにして爪を解放します。あとは刺さっているクリップを上に持ち上げると外れます。このクリップは白ですが緑で代用もできます。このクリップも繰り返し外すたびに変形して緩んできます。また位置がずれやすいので定位置に戻してから取り付けないと破損します。穴径は 9mm です。ドアとドアミラーインナーカバー。フロントドアの内張りにはドアミラーインナーカバーがかぶっているのでこれを外してみます。今回は左側から外してみます。
右側を軽く押さえて左側にヘラを差し込んで手前に持ち上げます。外れました。右を押さえないとパネルが落下して傷がつきます。はまり込んでいるこのボッチを外しました。戻すときは右のフックを引っ掛けてからボッチを押し込みます。ボッチの位置がよく合っていないとうまく入りません。入りました。内張りはネジ2本を外して周りのクリップを順に外します。中のコネクターを外すとドアから切り離せます。ドアはすべて同じ方法、同じクリップで止まっています。クリップはキックガードと同じ緑の規格です。ドア内張り剥がしの詳しい内容は動画ナンバー3をどうぞご視聴ください。後部ドアの内張りにはこのパネルがかぶっています。これは3箇所クリップで固定されているので順次手前に引いて外します。内張りの外し方はフロントドアと同じです。こんな感じで簡単に外れます。中の様子でクリップは緑ですね。 A ピラー A ピラーに配線を通すためにはピラーを外す必要があります。少ない配線であればピラーを完全に外さなくともレザーストリップをまくってその隙間で通すことができます。完全に外してしまうと何かと面倒なのでできれば私はピラーを外さないこの方法をおすすめします。どうしても A ピラーを外したい方には次の方法を説明します。 A ピラーを外すにはウェザーストリップをまくって上下に2個クリップがあるのでこれらを上から順に外します。下を先に外しても意味がありません。上はエアバッグ用の特殊なクリップで下は通常のパネルクリップです。クリップが外れたらダッシュボードにピラーを差し込んであるだけなので上方に引き抜くだけでピラーは外れます。上のクリップを外すにはこの辺りを養生して専用ハンマーで結構強く叩きます。ただ強すぎるとピラーやクリップ受けが破損するので加減が必要です。実際は叩くことでクリップピンを受け穴の中に押し込んでいる形です。私はわざわざハンマーを購入しても他に使う機会がないので養生した当て木を使って普通のハンマーで叩きます。この状態をクリップで説明します。これがデフォルトの形で品番は 91561SJD003 です。ご覧のように未使用品はレセプター黒の先端が閉じています。使用すると先端が開いてこのように癖がついてしまいます。先端から溝が3つに分かれています。レセプター先端内側には爪があってこの溝に引っかかるようにできています。デフォルトは1番目の溝にフックがかかった状態です。この形で受け穴に差し込みます。もう一度レセプターを差し込んでやってみます。レセプターの底には切り込みがあって必ず溝に誘導されます。この形がデフォルトです。差し込むとピンが左に移動してレセプターが押されフックが次の溝に移動します。1番目の溝の右側は R なのでレセプターは簡単に移動してピラーはロックがかかります。
2番目の溝は左右とも R ではないので、戻そうとしてもフックが引っかかって右にも左にも動かなくなります。クリップを外すにはレセプターを通常の位置、2番目の溝から3番目の溝に移動しなければなりません。レセプターがこの位置からさらに右に行くためには溝の壁を乗り越えなければならないのです。叩くことによってレセプターは仕切りを乗り越え、それによりレセプターの先端が溝にはまってしぼみます。先がしぼむので穴から抜ける理屈ですね。ピンのあたりを適切な強さで叩いて A ピラーを外しました。レセプターが仕切りを乗り越えるとガクンと手応えがあります。下のクリップは通常なので簡単に外れます。あとは差し込んであるだけなので上に引き抜くだけです。このクリップも何回も繰り返すと変形するので注意ですね。 A ピラーを外しました。中はこのようになっています。指示穴は 10mm です。上下とも同じ大きさです。外したピラーです。レセプターが一番奥、抜ける位置に移動して先がしぼんで径が小さくなっています。この位置にならないとピンが抜けません。 B ピラー。 B ピラーは上下に分かれていて下のパネルが上を覆うようになっています。これらを外すには前後のサイドガーニッシュが乗っているのでまずそれらを外します。このように上にサイドガーニッシュが乗っています。フロントガーニッシュも四隅の爪を開放して外しますが長い分クリップが多いです。リアも外します。ウェザーストリップをまくります。上部パネルはまずシートベルト支持ボルトのカバーを外してボルトを抜き取ります。サイズは14です。ボルトが随分長いので時間がかかります。このようなボルトです。下側はクリップで止まっているだけです。上は差し込んであるだけなのでウェザーストリップをまくって外します。このような形をしています。ここに入り込みます。上のパネルは前述のように差し込んでいるだけです。脱着は結構簡単にできます。下のパネルもこのようにボディにはまっているだけです。裏側にはクリップは一つもありません。ボディの形に合わせて作ってあるので外すときは左右どちらかをまくって外します。リアパネルライニング。座席を前に移動してウェザーストリップを外し工具入れを避けます。
このパネルは爪で止まっているだけなので上に引っ張って外します。何回か外すとこんな感じに結構簡単に外れるようになります。戻す時も定位置にあてがって上から軽く押し込むだけです。あとはウェザーストリップを戻すだけです。リアパネルライニングおよびリアサイドライニングの外し方詳細は動画ナンバー25をどうぞご視聴ください。リアサイドライニング。ラゲッジのネットを外して後部座席や工具入れを移動したらリアパネルライニングを外します。事前にリアサイドガーニッシュを外しておきます。ネットのアンカーネジを外してパネルをまくってクリップを外せばパネルは外れます。クリップは緑でしたね。リアゲート。リアゲートの内張りは10本のファスナーで止まっています。それはこんな形をしています。ご覧のように専用工具を使って外していますが、何回も繰り返しているとひだが変形して保持力が低下します。保持力がなくなったら交換時期なので内張りをよく外す方はストックが必要です。穴径は 7mm です。以上パネルの情報をまとめてみました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。